皆さんこんにちは。すいません。さんまさんとマツコさんと話していたら投稿が送りちゃいました。いや、ちょっと自慢話になっちゃうんですけど、貴重な体験させてもらいました。TBS さんの週刊さんまとマツコという番組に出演しまして、いやもうほんとね、2人のトークが神がかってて、最高に面白い体験させてもらいました。本当お二人ともいい意味でバケモンでしたね。いじってもらえて最高に幸せな体験でした。放送は7月の4日日曜日6時半からなので、まず皆さんチェックしてみてください。最近陰謀続きで長いこと海外のザ・都市伝説っていうものをやっていなかったので、ここで一つ。1983年、人生に生きがいを感じないでただ生きていた老人に知り合いからある実験に参加しないかと誘われました。暇を持て余していた男性は参加することにして、実際に話を聞きに行くと、どうやらある組織が研究していたのは、意識を研ぎ澄ますことによって神の声が聞こえるのかといった実験でした。その実験に興味を持った男性は参加することにするんですけど、その実験内容がなかなか恐ろしいもので、手術によって知覚神経を麻痺させることで五感を機能させなくするというものでした。男性は意識もあるし筋力の運動はできるけど感覚だけないという状態。それはどんな世界なのか。研究者は別室でモニターで男性を観察しました。4日ほど経った頃、男性は脳内でいろいろな声がするというんですね。おそらく精神病の一種だと、その2日後には亡くなった奥さんが話しかけてきました。男性はなんとその奥さんと会話も交わすことができたんですけど、ただこれも精神病で説明がつくと研究者たちは満足できず、本当に神の声が聞こえるまで続けることにしました。しかし彼の状態は悪くなる一方、脳内に大勢の人の声が絶え間なく聞こえてきて休む暇がありません。気が狂っておかしくなるのを物質的な何かの感覚を得ることで気を紛らわせないかと、自分の体を噛みちぎろうとしたり頭を床に叩きつき始めました。研究者は被験者を拘束し、もう少しで神との接触ができると確信し待っていると、2日後被験者は頭を上に向け悟った様子で研究者の目を見て言いました。神と接触した。神は私たちを見捨てた。そして彼は命を引き取りました。といかにもロシアの睡眠実験のような海外のザ・都市伝説なんですけど、五感のない意識しかない世界ってどんな世界なのかってみんなちょっと気になりませんか？寝ている時の夢を見ている感覚なのか、全く感覚がなくてただ意識しかない状態、それはどんな世界なのか。そもそも意識ってどこにあるのってみんな疑問に思ったことありませんか？大抵の人は脳にあるんじゃんって思うかもしれないですけど、みんなクオリアって聞いたことありますかね。ちなみに今回の動画、思考実験が何個も登場してきて頭がふにゃふにゃになるので、ぜひね、飲み物とお菓子とティッシュを用意してゆっくり見てください。簡単に言うと、みんなが主観的に感じていることですね。例えば赤いリンゴを見てこれを赤いなーって感じたり、空を見たら青いなーって感じる。テストでいい点数取ったら嬉しくてワクワクする。腹が痛くて気持ち悪い時嫌な感じしますよね。人間が感じること、そのこと自体がクオリアなんですね。例えば生まれつき目が見えない人に赤色という色があって、それを人間が認識する仕組み自体を説明できたとしても、赤い色の感じって説明できないですよね。しかも人によってその色の感覚って違うじゃないですか。例えばね、この青い照明、ある人にとってはすごい薄い青に見えるかもしれない。ただある人にとってはすごい濃い青に見えるかもしれない。それって本当主観的に感じるものですよね。その何とも言えないような感情がクオリアなんですけど、それはさすがに脳にあるんじゃんって思うじゃないですか。なので脳で起きている神経細胞の伝達物質を研究したら、何かを感じるという物質があるのかと思いきや、原子レベルで調べてもなんでこのように感じるという現象が起きるのかが解明されていないんです。例えば人間と全く同じ機能をする歯車を作るとするじゃないですか。人間の体の仕組みを完全に再現できているので、限りなく人間に近い。ただいくら機械で人間らしいものを作ったとしても、急にその機械に意識が宿るとは考えにくいですよね。でも現状人間の体がそんな感じなんですね。この物質的な肉体をわけのわからん非物質的な存在、意識というものが動かしていると。非物質が物質を動かしてるっていかにもオカルト好きな好きそうな展開なんですけど、例えばこの手をね、こう縦に振って動かすって、僕の意識がね、この物質を動かしているじゃないですか。非物質が物質を動かしている。科学ではこのクオリアは実際は存在
在していなく、物質の物理的状態に付随しているだけの現象って感じで片付けられているんですね。要はわけわからんと脳が働いた結果、たまたまそういった意識みたいなものが幻想として生まれていると考えているんです。これに関する思考実験でメアリーの部屋っていうものがありまして、メアリーという天才少女が何らかの事情で白黒しかない部屋で育ったとします。何もかもが白黒。ただ彼女めっちゃ天才なんですね。彼女は天才科学者で生態に関する専門的な知識も完璧に理解している。人がトマトや空を見た時に赤い、青いといった感じ方をすることも理解しているとします。光の反射でそれが眼球を通じてそれが脳を理解してみたいな感じで全て理解しているとします。そんな白黒しか見たことがない彼女がその部屋から出て色のある世界を初めて見たとしたら、彼女に何が起きるのか、何か新しいことを彼女は学ぶと思いますか？人間の生態に関する知識を全て持っていて、科学の知識も全て持っている。ただ彼女自身は色を見たことがない。そんな彼女が初めて色のある世界を見たら、彼女は何か新しいことを学ぶのか。いろいろ意見が割れるかもしれないですけど、多分ほとんどの方は新しいことを学ぶって答えるんですね。ただこの学ぶっていうことは物質現象だけじゃ説明ができない非物質のクオリアが存在しているっていうことになるんです。これは思考実験なのでいろんな意見が出てきて答えが定まんないんですけど、みんな絶対に自分の主観的に感じている意識ってあると思いますよね。みんなスワンプマンって知ってます？沼に生息しているユーマじゃなくて、残念ながら思考実験なんですけど、ある男がハイキングに出かけたら小さい沼があって、あら綺麗な池だなーって眺めていたら突然雷に打たれてしまいました。ただなんとその同時期にもう一つの雷がすぐそばに落ちて、沼の男が不思議な化学反応を起こして、なんと雷に打たれて死んだ男と全く同一形状の人物を生み出しました。新しく生み出された存在がスワンプマン。このスワンプマンは原子レベルですぐさっき雷に打たれて死んだ男と全く同じ構造なので、見た目、記憶も知識も全く同じ。そしてこのスワンプマンはそのまま死んだ男が住んでいた家に帰って、次の日は普通に何事もなかったかのように会社に出勤する。このスワンプマンは雷に打たれた男と同一人物なのか、あるいは違うのか、皆さんどう思いますか？もちろんこれも思考実験なのでこんなことはありえないんですけど、これはどの立場で見るかによって答えは変わってくるんですよね。物理的に見たら全く同じ構造なので同一人物だと言えます。ただ心、意識の視点で見たら、雷に打たれて死んだことを認識した状態の自分とギリギリセーフだったのか、生きた状態の自分っていう2つの異なる視点が生まれるので、同一人物ではないですよね。結局見た目とか関係なく自分は自分だっていうその意識こそが他者との明確な違いになってくるので、意識こそが絶対に揺るぎない不動な存在なのか、本当不思議じゃないですか。ちょっとある人の名言で誰か忘れちゃったんですけど、こんなのがあって、多くの人間関係においてあなた自身が相手と付き合っているのではなく、あなたが考えるあなたという人物があなたが考える相手という人物と付き合っている。相手の方も同じことだ。いや確かにそうだよなーって思いますよね。自分の視点でしか世界をね体験できていない感じ。ジョージ・バークリーという哲学者がいて、彼はこの物理的な現実は意識が全て作り出していると提唱したんですね。ここでもう一つ有名な思考実験をみんなに質問します。ちょっとみんなで考えてほしいんですけど、誰もいない森で木が倒れたら音はするのか？もちろんするだろうって考えた人たくさんいると思いますけど、もう10秒だけ考えてみてください。気まずいねこの時間。バークリーの主張は音はしないどころかその木すらも存在しないと言い出したんです。はい、出ました。仮想現実的な展開。例えば音というのは物体が振動した結果、それが空気を押して空気が振動することで波が起きて、僕たちの耳の中にある鼓膜が振動して初めて音が聞こえるようになると。なのでその振動を受信する僕たちがその場にいない限り、その音というのは存在しないっていうんです。それどころかその木すらも目撃していないから木も存在しない。バークリーは物理的なものは一切存在していなく、全ては意識が知覚的に感じて作り出していると主張したんですね。
道を歩いてて鳥の糞が頭に落ちてきたとしたら、ちゃんと鳥の糞が体に当たったという感覚があるし、アスファルトの上を歩いている感覚もある。目の前に現実が広がってるやんっていうことに対して、バークリーはそれは鳥の糞を肌で感じたという知覚、肉眼で見たという知覚、アスファルトの上を歩くあの硬い感覚も、肉眼で見ている世界も脳内が作り出す知覚を感じているのであって、そのもの物質自体はそこに存在していないと。逆に言うと、知覚できなくて認識できてなかったら、それは存在していないことと同じだと。なるほどね。なんとなくわかる。ただ、この精神的存在だけがこの世に存在しているという観念論は結構批判されて、それはさすがにおかしいだろうと。知覚的に認識していなくても、自由の女神は確かに立っているし、毎日世界中で事件は起きていると、さすがに物理的に存在しているだろうと批判する人たちがたくさんいて、確かにって考えたバークリーは、この神羅万象すべては神が見ているから存在していると提唱したんです。なんやねんそれって突っ込んじゃうけど、意識が全てを作り出しているっていう点では面白い考えではありますよね。一般的な認識だと、物理的な現象が僕たちの意識に影響を与えるって考えるけど、そうじゃなくて、僕たちの意識が物理的な現象に影響を与えていると。そして知覚的に認識できないものは存在していないのと同じ。幽霊とか宇宙人がこの部類なんじゃないですかね。そこら中にうじゃうじゃいるけど、僕たちの知覚じゃ認識できないから存在していないのと同じ。この意識と次元の話につなげるために、みんなが一度は見たことのあるウィトウイルス的人体図を見ていきましょうか。これが何を表しているのか、一言で言うと、宇宙の中心は人間であるということなんです。もともとウィトウイルスとはダヴィンチよりもさらに昔に存在した建築家の名前で、このウィトウイルスこそ最初に人体は宇宙だと考えた人物だったんです。この頃の時代ではすでに星の観測やそれに基づいた計算や研究が進んでいて、宇宙こそ調和の取れた完璧な状態だと考えられていました。その宇宙を作った神が創造した人間もまた調和の取れた存在だと考えられていて、そこからウィトウイルスは宇宙で見られる対比は人体の構造の中にも存在するということを発見しました。なのでウィトルウイルスは神殿を建築する際にも神が宿る場所として人体同様に様々な箇所が調和の取れた状態でなくてはならないと考えたんです。ただ当時の技術では宇宙全体の調和を観測することはできなかったんですね。現代でも無理ですけど、そこでウィトルウイルスは神が創造した人体を使い様々な対比、調和を調べ、そこから人体の中心は宇宙の中心と同じだという考えに至ったんです。ウィトルウイルスは自身が書いた建築10書に、人間が両手両足を広げて仰向きに横たわり、へそを中心に円を描くと、指先とつま先はその円に内接する。さらに円のみならず、この横たわった人体からは正方形を見出すことも可能である。足裏から頭頂までの長さと腕を真横に広げた長さは等しく、平面上に完璧な正方形を描くことができると書き残したんです。ダヴィンチのいた時代では、真円は天または精神、正方形は地または物質を象徴する形で、この2つの形を合わせることで宇宙を表すとしていました。そして正方形が男性、円が女性として表されることもあります。なので建築実証を読んだダヴィンチはその考えに影響されてウィトウイルス的人体図を作ったんですね。円と正方形の比率が全く同じ比率になることは不可能であり、人工的に計算すると限りなく比率が等しくなることは分かっていました。しかし人体から生み出される円と正方形の比率も限りなく等しくなり、ダヴィンチはこれはまさに人体は宇宙そのものだという考えになったわけです。そしてこの調和の取れた円と正方形を使うことで、なんと今僕たちの人類意識を可視化させることができるというんです。わー、それは気になりますね。みんなと一緒に見ていきましょうか。直径と一辺の長さが同じ円と正方形を中心に置き、次の円は一つ目の円の直径が半径になるように、正方形は一つ目の正方形の一辺 ×2 になるように外側へ配列していきます。すると3番目では正方形が円を突き破るんですね。ここで初めて男性と女性が交わります。完璧ではないんですけど、比率が黄金比であるファイに近づいているんです。そして5番目の円と4番目の正方形が限りなくファイ比率に近づくんですね。そして最初にファイ比率が等しくなった円には、なんと
とフルーツオブライフがぴったり当てはまることになるんです。フルーツオブライフに関しては過去のこちらの動画を見てください。フルーツオブライフというのは、いわば第一情報提供システムなんですね。この最初にフルーツオブライフが重なることが人類が初めて原始的意識を持った段階、第一意識レベルなんです。アボリジニの時代がそこに値するそうです。つまりアボリジニの意識は最初の調和の取れた状態だと。そして次のファイ比率が等しくなる9番目の円と7番目の正方形の意識レベルは全てを超越融合したまさに神的意識である第三意識レベルなんです。いきなり第一意識レベルから第3レベル、第2意識レベルはどこなのって思いますよね。実は第一意識レベルの一つ外側の円と正方形、これこそが第2意識レベル、今僕たちが持っている意識レベルになるんです。ただこれは黄金比ファイの比率じゃないんです。僕たちが今いる次元は調和の取れていない状態だそうです。そりゃ理解できるけど、じゃあなんでこの位置にある円と正方形が今僕たちの第2意識レベルなのか。この人間の第2意識レベルを45度傾けると第1意識レベルの上に重なり、なおかつ第3意識レベルの内側に収まるんです。第1意識レベルから第3意識レベルへの橋渡しのような役割です。これは新プラトン主義でいう人間は自分が望むなら悪魔のような次元の低い生物から次元の高い神のようにもなれるということを表しているんですね。ウィトル・ウィルス的人体図でも人間は体制を変えることで宇宙と同じ調和を生み出せる。要は僕たちの意識レベルを少し動かしただけで次の意識レベルへと移行することができるということなんです。新世紀科学ってロマンのある話だからこれが全部本当だったら面白いですけど、人間の意識次第で神にも悪魔にもなれるっていうのは間違いないですよね。そしてここからさらに踏み込んで意識と次元の話になるんですけど、それぞれの次元のレベルは波長の長さが決定するそうなんですね。この波長の長さ次第でどの次元にいるのか決定される。そして僕たちがいる今の宇宙の次元は波長の長さが 7.23 センチだそうです。なぜ 7.23 センチなのか。この3次元宇宙にある全ての物質の発する音を平均したら 7.23 センチの波長になるそうです。この波長は人間の体にも採用されていて、人間の瞳と瞳の間の長さは平均したら 7.23 センチ。手のひらの横幅、顎の先から鼻の頭までの距離も平均 7.23 センチ。9センチぐらいあるんだけど、みんなより高次元ですわ。体全体の周波数もみんなのご家庭にあるもので測ることができて、36.5。やっぱめっちゃ高次元ですわ。いろいろなところでこの 7.23 センチが見られるというんですね。なぜなら僕たちがこの波長を生きているから。だからみんな見ることも触れることもできて、同じ次元を共有できている。この波長を変えることで今見ている現実が消えて違う次元の現実が現れる。多分もっと身近なところで意識が違う次元を体験しているっていうのが、寝ている時であったり、臨死体験や幽体離脱など意識がこの肉体に属してない時かもしれないですね。僕たちのこの物質的な次元って波長は短い方、低い方なのかもしれないですよね。高ければ高いほど上の方に行くのか、例えば物理的なものに変えて考えてみると、水は凍らせればより氷になって固形物になって下に行って、熱したら蒸発して上昇し上に行って見えなくなる的な。なのでもしかしたら寝る行為っていうのは物理的に見たら体を休ませてるためだけど、スピリチュアル的に見たら意識が一時的に肉体を離れてどっかでね、チャージ的なものをしているのかもしれないです。ただある説によると、みんなはもっと身近に高次元を体験しているらしくて、それが思考や感情だというんです。5次元というのがどうやら思考の次元で、4次元が感情だとか、そして3次元の物質次元。何か現実になるときはまず思考が働いて感情がそこについていき、やっとそこまでいったら物質として現実化する。引き寄せの法則の話がちょっとこの部類の話かもしれないですよね。でも意識ってマジ大事だなって思うのが、みんな1マイル4分の壁って話知ってますか？長年人類は1マイル 1.6 キロを4分以内で走り切るのは不可能だと言われてきたんですね。今までの記録は4分01秒でした。なので陸上選手で4分を切った人はいなかったんです。ただ1954年にある男がその壁を打ち破ります。イギリスの陸上選手ロジャー・バニスター。彼は1952年のヘルシンキオリンピックでは 1500m で4位に終わった選手だったんですけど、なんと1954年にオックスフォード大学のトラックで彼は
は1マイルを3分59秒4で走り、世界で初めて1マイル4分を切った人間なんです。医者にも4分以内は無理だよ、走ったら死ぬよって言われていたらしく、本人も走り切った瞬間倒れたので、目を覚ました時には死にかけたと思ったらしいです。そんだけすごい記録を叩き出したんだから、そう簡単には塗り替えられないだろうって思うじゃないですか。それから46日後、ライバルだったオーストラリアのジョン・ランディが3分58秒0で走り、記録を塗り替えたんです。いや、感動を返して、それどころか、なんと1年以内に23人の選手が1マイル4分の壁を打ち破ったんです。あれ意外と簡単、俺でもいける。不思議なことに人間の思い込みが4分という限界を作っていて、それを破った途端限界突破されて急に可能だと思い込んで達成した人たちが続出したという。いや、人間の意識の力ってほんととてつもないっすよね。この人間の意識と感情の操作を示すこんな実験もあって、バスケット素人の人に10回のトライで何回フリースローを入れることができるのかを試したら、10回中10回とも外しました。ただ今度は目隠しした状態でフリースローをさせて、外したとしても周りの観客には入ったリアクションをさせました。入ったと思い込んだ本人は再度目隠しを外し、10回のフリースローをすると、なんと10回中4回も入ったんです。今度はプロのバスケットボール選手に10回のフリースローをさせたら、10回中9回も入れることができました。プロだからね。ただプロの選手にも目隠しさせた状態でフリースローをさせ、外しても入っても今度は観客にブーイングをさせたんですね。そして再度目隠しを外し10回のフリースローをさせたら、今度は外しまくったんです。これめちゃくちゃわかる。スポーツをしたことがある人ならわかるかもしれないですけど、僕もね、学生時代サッカーしてたんですけど、試合でゴール決めたら、その試合、それ以降、めちゃくちゃ調子が良くなるんですね。なんか自信がついて。人間の意識と感情の違いで、ここまで結果に差が出るのは、目には見えない力が、この現実を投影しているようにしか思えないですよね。以前の僕の宇宙の大きさを表す動画に、こんな面白いコメントがあって、意識は光よりも速い。これ結構確信ついてないですか？スピ系が苦手な人は何言ってんだと思うかもしれないですけど、意識は時間場所関係なくどこにでも飛ばすことができますよね。その時体験した感情も思考で巡らせることで感じることもできるし、夢なんかまさに一瞬でトラベルしていることかもしれませんし、結局僕たちは全ての源から意識が派生し、肉体を得ることで肉体でしか体験できないことを体験し、再びみんなで手を取り合って意識をつなげることで上の次元へと上昇するようになるのかもしれないです。皆さんどう思いますか？この目には見えない意識の力、本当にね、そういったものが存在するのか、あるいはね、物理的に見て意識はたまたまね、存在しているように思える幻想なのか、ちょっと皆さんの意見聞かせてください。意識についてはね、もっといろんなことを詰め込みたかったんだけど、ちょっとあまりにもね、情報がありすぎるので、また小出しにして、また違う動画にしますね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。